皆さんこんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。今イタリアのフィレンツェサンタマリアノベラステーション駅に来ております。でここからフィレンツェの有名な観光地をガンガン歩いて回りたいと思いますので、本日もよろしくお願いいたします。それでは早速行ってみたいと思います。はい、行ってみましょう。こちら市電でございます。 T2 の路線に行きますと空港まで行くことができます。すごいね、皆さん観光客の人多いです。マクドナルドもございます。で今日でフィレンツェ11日目ですかね。だんだんもう地図を見ないでも市内を歩けるようになりました。で間もなく広場が見えてきます。ユニテイタリアと書いてありますので、これはイタリア統合の広場って言ったらいいんでしょうか。ちょっとイタリア語が私まだ怪しい状態ですので分かりませんけれども、こちら中央にオベリスクが入っております。それではいよいよ世界遺産のフィレンツェの古い街並みに入ってまいります。はい、いかがでしょう。すごい雰囲気がいいところですよね。でこの辺ですけれども、なんか中華街じゃないんでしょうけれども、中国系のこういう風な食料品店、それからレストラン、カフェとかがね結構いっぱいあるんですよ。でフィレンツェの街を歩いておりまして、最初に気づくことなんですけれども、歩きタバコの人が多いのでタバコの煙が顔にぶち当たってくることが何度もあります。こちらね、革の見てください。1571年から続いてる革製品の工場だと書いてありますけれども、すごいですね。1571年。であれですね、このサンフランシスコじゃないや、フィレンツェは革製品がすごい盛んみたいで、もうこの中央市場の横にこういう出店が出てるんですけれども、革製品の香りがねすっごいするんですよ。すっごい革のいい香りが溢れております。ということでこちらが、中央市場のビルで、1階は普通の市場で2階はフードコートみたいになってまして、観光客の人がたくさん行きます。でその動画もまた後で、上げておきますのでご覧ください。すごいでしょう、この革製品の数。ベルトなんかもね、さあで今この中央市場の出店のところを出てまいりました。でこちらをですねそのまままっすぐ行きます。もうイタリア人の子供たちがねすごい多いんです。なんでしょう、修学旅行でしょうか、この子たちは。中央市場が後ろに見えております。ちょっと手がきつくなってきましたので持ち替えます。ここのカードを右側に曲がりますね。もうご覧いただいてお分かりになりますように、こういうふうにフィレンツェの歩道すっごい狭いんですね。ですからサンフランシスコみたいにテントを立てて
過ごしているホームレスの人とか、そういうのは全然いませんね。なんかテントを建てるには狭すぎる。さすが中世の町ですね。もう本当に自動車用に作られてなかったっていうのがよくわかるんですけれども、歩道が狭いので行き違う時は大変です。で、真正面に見えてまいりましたのがサンマルコ教会なんですけれども、こちらのサンマルコ教会ですね、中に入りますと大司教様のミイラがそのまま飾ってありますので、ミイラ好きの人は見に行かれるとよろしいかと思います。で、このサンマルコ広場をぐるっと回りまして、右側に入りますとギャラレリアカデミアという有名なミケランジェロのダビデ像が飾ってある美術館に行くことができます。で、今から行ってみたいと思います。公式のチケットはこちらで買えるんですけれども、ここでも買ってたら売り切れの時が多いので、あらかじめ日本から買ってきてください。もしくはツアーに入るとツアーを行っている会社の人たちがチケットを持ってますので、それを利用することもできます。こちらが美術館入場の列になります。この中の美術館の様子もまた別に動画を作りますので、その時はご覧いただけたらと思います。次はですね、有名な、もう前に見えておりますけれども、ドゥオーモに行ってみたいと思います。ドゥオーモっていうのは神様の家っていう意味でしょうかね。それは教会のことなんですけれども、サンタマリア・デル・フィオーレ教会、花の聖母教会とも訳すんでしょうか。そのフィレンツェで一番有名な大聖堂に行ってみたいと思います。横に出ましたね。こちら、前にありますのがこの八角形の建物、サンジョバンニの洗礼堂ですね。で、あそこに人だかりがいっぱいいますけれども、ミケランジェロじゃなくてロレンツォ・ギベルティが作った天国の門、天国の扉のレプリカ、複製品が飾ってあります。こちらサンフランシスコのノブヒルのグレース大聖堂の正面にも飾ってあるものでございます。で、こちらも複製品で、こちらの複製品はですね、日本の人の寄付によってできた複製品になります。で、実物はこちらの裏にあります博物館で見ることができますので、その映像もまた別の動画にしてご覧いただきたいと思います。こちら正面をゆっくりご覧ください。右側の大きな塔が鐘がぶら下がっているジョットの鐘楼になります。すごい綺麗ですね。ピンクと白の大理石、そして、ジャモンガンっていうんでしょうか、英語ではサーペンティーンっていうんですけれども、緑色の岩3つで作られているっていうことですね。最初自分はイタリアの赤と白と緑のイタリアの国旗の色かなとか思ったんですけれども、この建物は国旗が作られるずいぶん前にもう作られたようで、それは偶然に赤白緑なのかなということになっております。こちら回りますとですね、皆さん写真撮ってると思いますけれども、有名なドームが目に入ってきます。左側ですね、ブルネレスキーっていう人が作ったドームですね。当時は不可能って言われてたんですけれども、それを可能にしたすっごい大きなドームが
こちらにございます。今ちょうど上に登ってる人たちが見えますね。この塔の上にも登れますし、あのドームの頂上にも登れますけれども、あらかじめ予約しておいた方がいいですね。週末などはすぐ売り切れになるみたいです。で、この塔とあのドームの上に登った時の眺めもちゃんと動画に収めておりますので、後で紹介させていただきます。ということで、こちらを歩いていこうではありませんか。真正面に見えておりますのが共和国広場になります。いろんな大道芸人さんたちがね、いろんなことを披露してくれたりする楽しいメリーゴーランドもあります。なんとなく楽しい雰囲気が味わえる公園じゃない広場でございます。なんかニューオーリンズっぽくないですか？大間さんがいました。かわいいですね。それでは共和国広場からまっすぐ歩いていきますと、こちらのビルが新市場なんですけれども、こちらのビルの裏側に、イノシシの銅像がありますので、豚さんですかね、それを見に行きたいと思います。で、ここを過ぎて右側に曲がると人だかりがいつもしてるはずですので、そこに行けば大丈夫です。ほら、こんな感じですね。こういうふうに最初に鼻を撫でて、口のところにコインを入れて落とすと。で、その落ちたコインがあの穴の中に入れば幸せになれるっていうか、フィレンツェに帰ってこれるみたいな感じですよね。ダメですね。で、このお金は恵まれない子どもたちの寄付に使われるんだったんでしょうかね。多分そうだったと思います。私はちょっと専門のガイドではないので分かりませんが、皆さんも試してみてください。ということで、さらに南に下ります。で、こちらをぐいっと曲がります。そうしますと真正面に、ダビデ像とか、このベッキオ宮殿ですね、パラッツォベッキオ、ベッキオ宮殿の塔が見えてまいります。こちらのベッキオ宮殿なんですけれども、今ちょうど12時になりましたね。街中の教会の鐘が鳴っております。いいですね。はい、こちら、ベッキオ宮殿の前の広場がセニョーリア広場といいまして、
こちら側ウフィッツィ美術館のコレクションのうちのいくつかが飾ってありまして、あちらに有名なダビデ像、こちらはネプチューンの像ですね。で、観光客でにぎわっておりますけれども、この広場なんですけれども、トム・ハンクスの出たインフェルノという映画にも出てきますし、あとアンソニー・ホプキンスが出たハンニバルという映画にも出てきます。映画の中でなんですけれども、日本人の観光客が向こうに座って説明を聞いている時に、あそこのバルコニーから首吊り死体が落ちてくると。で、日本人の人たちがキャーっていうシーンが出てきますので、もし興味がある方はちょっと怖い映画ですけれども、ハンニバルという映画を見てみてください。それではこっちに行ってみたいと思います。さて、ダビデ像なんですけれども、本物は先ほどのギャラレリア・アカデミアに保存されておりますけれども、こちらは複製品が飾っております。で、もともとはダビデ像、こういうふうにしてこの建物の前に飾られていたんですけれども、いろいろダメージがひどくなって美術館に入ったっていうことですね。で、ベッキオ宮殿の中の動画もまた作る予定ですので、ご覧いただければと思いますけれども、このベッキオ宮殿の中庭はですね、無料で入ることができますので、ちょっと見てみたいと思います。こんな感じでございます。すっごい豪華な飾り付けなんですけれども、で、ベッキオ宮殿に来ましたらですね、ぜひ見ていただきたいのが、皆様知らないことが多くて見逃してしまうんですけれども、こちらですね。こちらミケランジェロの落書きと言われているものです。これは友達と話しながらミケランジェロが後ろ向きに彫ったと言われる落書きなんですけれども、このように何にも説明書きなど書いてありませんので、皆さん知らずに行ってしまうんですけれども、ぜひぜひこのミケランジェロの落書きも見ていってください。ということで、こちらに行きますと有名なウフィッツィ美術館になります。昔のメディチ家のオフィスだったところですね。で、それが美術館になったということで、すごい有名なヴィーナスの誕生、ボッティチェリのヴィーナスの誕生とか、プリマベーラ、春とか、そういう有名な絵と会うことができます。とにかく人が多いんですけれども、はい、こちらがアルノ川になります。で、あちらに見えておりますのが、これまた有名なポンテベッキオ、古い橋っていう意味なんですけれども、ポンテベッキオが見えます。で、メディチ家の人々なんですけれども、先ほどのベッキオ宮殿から今度新しく作ったピッティ宮殿まで、一般の人たちと同じような道路を歩かないで移動ができるように、回廊を作りました。これがこのベッキオ宮殿からウフィッツィ美術館の中を通ってこの上をぐるっと行っている。で、さらにポンテベッキオの上を行って向こうの宮殿まで渡れるという、バサーリ回廊というのを作りました。で、今ポンテベッキオまで行ってみようと思います。で、こちら左に行くとポンテベッキオの上になります。はい、こちらポンテベッキオに入りました。昔は肉屋さんとか魚屋さんがあったそうなんですけれども、もう肉屋さんとかがそのいらなくなった死体とかをボンボン川に捨ててて、すっごい環境に悪くなったので、全然雰囲気の違う肉屋さんからこういう宝石商が入ってきたと
いうことになっております。でポンテベッキオの真ん中にはこういうふうに眺めを楽しめるところがございます。で後ろご覧いただきたいんですけれども、このバサーリ回廊の上のところに窓がついてますけれども、これはムッソリーニがヒトラーが来るということで、ポンテベッキオからアルノ川が見えるようにっていうことで窓を作ってあげたというヒトラーのための窓ですね。はい、はい、真正面にサンタマリア・デルフィオーレのドームが小さく見えておりますけれども、この角を左に曲がりまして川沿いに歩いていきたいと思います。警察の皆さんご苦労様です。ここからもねポンテベッキオの撮影ポイントということで、向こう側のサンタトリニタ橋から撮ってもいいんですけれども、ここから撮るお客様も結構多いみたいです。Excuse me。はい、で後ろのポンテベッキオ、すっごい古い橋なんですけれども、アーチ橋ですね。このアーチ橋っていうのはアーチのこの角度が緩やかであればあるほど技術が高いと言われてます。で中国のあるアーチ橋が600年ぐらいその一番高度な技術として知られていたんですけれども、その記録を破ったのが600年の記録を破ったのがこのポンテベッキオだったわけなんですね。でこのポンテベッキオ昔から残っておりますけれども、残念ながら後の橋はみんな第二次世界大戦の時に壊されてしまいまして、でポンテベッキオも壊そうとしたんですけれども、一人の人がいやそれはやめた方がいいということでポンテベッキオを救った方がいます。私はその方の名前を覚えていませんけれども、その人のおかげで今でも残っているということですね。でこのポンテベッキオとこのアルノ川なんですけれども、プッチーニのジャンニ・スキッキというオペラの中に有名なアリアがありまして、私のお父さん、親愛なるお父さん、オーミオ・バビーノ・カーロっていうのがあるんですけれども、その中で、お父さん、私の親愛なるお父さん、私の彼はとってもハンサムなんです。でそれでポルタロッサに指輪を買いに行きたいんですけれども許してくれるでしょうかという感じで、私の恋が実らなければポンテベッキオに行ってアルノ川に身を投げますといった歌詞の歌があるんですけれども、その舞台となったものですね。でこちらの橋の上からまたポンテベッキオの撮影記念スポットということで、こんな感じで美しい眺めを楽しむことができます。ですぐこちら左側をご覧ください。フェラガモと書いてあります。なんといってもフィレンツェが生んだ有名ブランドといえばこのフェラガモになります。こちらフェラガモの本社ビルですね。フラッグシップのお店もございます。ご覧ください。サルバトーレ・フェラガモ、ハリウッドに行ってで靴を作りまして非常に有名になって、でまたイタリアに帰ってきたという方ですね。でフェラガモ美術館もあるんですけれども、今日は残念ながら時間がございませんので、行かないことになります。でこちらの通りなんですけれども、もうブランドばっかりです。万年筆で有名なモンブラン、反対側はバーバリー、オメガの時計で、こちらも時計でしたっけね、なんとかなんとか、はい、
バレンシアガですね。でプラダ、フェンディ、プラダも結構大きいですね。でこちら角に見えますのがグッチでございます。このグッチもフィレンツェ生まれのブランドになっております。はい、でここを出ますと右側にすごい綺麗なサンタマリア・ノッベラ教会が見えてまいります。でその前には大きな広場がありまして、結構ねお昼ご飯なんかを食べてる人たちもいます。一応正面まで回ってみたいと思います。綺麗ですね。見てください、幾何学的な柄。右と左の丸くなってるところの柄なんかすごいですよね。はい、それではサンタマリア・ノッベラ教会を後にします。でこちら教会の右側の道をずっと歩いていきます。はい、ということでこういうふうに真正面に大きなイタリアの旗が翻っておりますけれども、その横の茶色の建物がサンタマリア・ノッベラ駅ということになります。先ほど駅を出ましてから戻ってくるまでちょうど1時間かかりました。若い方は皆さんもっと早くで回れるんじゃないでしょうか。でもね、美術館に入ったり教会に入ったりするわけだからもっと時間がかかるかと思いますけれども、時間がない方は今のように1時間で全部回ることも可能ではあります。でもフィレンツェではたくさん見ることがありますから、できれば2泊3泊4泊ぐらいされた方がいいかもしれません。はい、駅まで戻ってまいりました。今回もご覧いただきありがとうございました。よろしければいいねマークとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回まで。さようなら。